ハローマットです。ニューヨークというと危険なイメージがありますよね。日本の報道でもそのように伝わっていると思います。でもマンハッタン、ニューヨークに長く住んでいる方とお話をすると、近年はそのようなエリアはほとんどなくなっているとおっしゃいます。ただそれでも気をつけなきゃいけないのがニューヨークだと。で、今回は観光でいらっしゃる方が今でも気をつけなきゃいけない場所のベスト5、そしてそれだけだと面白くないので一番危険な場所を1箇所お話ししたいと思います。では行きましょう。今日お話ししながら歩くこの場所はチャイナタウンの南ですね。ここがチャイナタウンですね。で、この U って書いてあるこの場所、ここから歩き始めます。で、この場所は5ポイントという呼び方でかつて呼ばれてました。で、ここはモッドストリートですね。で、隣がワースで、こちらに見えるのがシビックセンターですね。で、パークロー、これらのストリートが交差する場所です。で、ちょっとね見にくいんですけど、そこに銅像分かります？これがねベンジャミン・キムラウって言って、第二次世界大戦に参戦したアジア人、中国人のパイロットの方です。唯一の戦闘機のパイロットですね。で、キムラウは南太平洋で戦死してます。で、その彼の銅像がこのチャイナタウンの外れにあります。で、このシビックセンターの方ですね、こちら側にかつて5ポイントと言われた場所が広がってました。で、このシビックセンターを背にして歩いていきます。向かう先は以前チャイナタウンでご紹介したルートですね。それと少しね被ります。まずこの5ポイントのお話を簡単にしていくと、今日のテーマにふさわしいんですね。で、この場所は19世紀にニューヨークに上陸した移民、このエリアとそれからローアーイーストサイドですね、ここに集まりました。集まったというか集められたというか、で、この場所は人口の過密、あと移民なので極度の貧困で、もちろん不衛生、それから疫病の蔓延、ありとあらゆる負の連鎖、そして暴動、あと殺人、要はね全ての悪がこの場所に集まったと、そういう歴史的な場所です。この今回のお話の定義なんですけど、ただ治安の悪いところだけをお話ししたところで、観光でいらっしゃる方にとっては絶対に行かない場所ですよね、そこは。なので観光スポットの近くに広がる治安の悪いエリア、これをテーマにお話をしていきたいと思います。で、ここにね看板があってドイヤーズって書いてあるんですけど、このドイヤーズを左に曲がりますね。で、このドイヤーズ、ここがかつてマンハッタンで一番殺人事件が多かった場所です。で、このことはチャイナタウンのお話でね一度してますけど、今はすごい観光スポットなので、こんな感じでたくさんの人が訪れてます。なのでちょっとね感慨深いですよね。で、このドイヤーズに関してはチャイナタウンの観光ツアーがあって、その観光ツアーに参加するとすごくね詳しくこの界隈の歴史、それから移民の歴史を教えてくれます。
でちょうどここに角がありますよね。ここがブロディアングルって言って、ブロディだから血塗られた血みどろの角、ちょうどここの角でギャングの抗争があったそうです。であとこのノンウォーティーパーラー、すごくね有名で、ここがニューヨークで最も古い、これ書いてある、ディムサムって書いてあるから、ね、小籠包とかね、そういうお店です。1920年って書いてありますね。で、こんなエリアからお話をスタートするんですけど、今回のベスト5、第5位からお話ししていきたいと思います。で第5位がポートオーソリティです。ポートオーソリティのバスターミナルのエリア、もう少し正確に言うと41ストリートですね。これからお話しする場所は写真を入れていきますけど、このポートオーソリティのバスターミナル、僕自身はそれほど危険だと思ったことはないんですけど、ニューヨークに長く住んでいる方々が口を揃えてあの辺雰囲気悪いというので、やっぱりベスト5で外せないなと思って入れました。で確かに不老者の方も多いです。でここでペルストリートを左ですね、ロイヤーズを背にしてモットの方向に歩いていきます。で次に第4位がハーレムです。でハーレムは危険な街の代名詞に長くなってますけど、僕自身はそこまで今現在は危険ではないなと思います。でそれは僕が訪れるハーレムっていうのはアポロシアターと、それから、あとその周辺、例えば食堂のエイミーズラフとか、あとシルビアとか、そのエリアだけなんですね。ですけど、もしもっと北の方、上の方だったり、少し路地に入るとき、あと特に夜、この辺は気をつけた方がいいと思います。で日本から旅行でニューヨークに足を運ぶ方、今年アポロシアターが91年の歴史で初めてのリフレッシュの工事をしたんですね。ですからそれを目当てにアポロシアター行きたいっていう方多いと思いますので、少しね注意して足を運ぶのがいいと思います。でここがモットなので、モット右ですね。さすが中華街、人通りすごいですね。で次に第3位がみんな大好きアルファベットシティです。でアルファベットシティは、有名なカッツデリカテッセンに足を運ぶ方多いと思います。でそこから目と鼻の先なので、やっぱりねアルファベットシティは注意した方がいいかなと。で特にアベニュー C よりも東だから D、 この辺だと思います。で僕は2000年ぐらいにニューヨークに駐在されてた方と今も定期的にお会いしてるんですけど、いつも最近のアルファベットシティどうよって言われるんですね。ですからその方も思い出に残ってると思います。でつい先日僕は昼間にアベニュー C をちょっとね歩いてたんですね。そしたらなんと今でもコカを吸ってる方がいたので、アルファベットシティ今も健在です。ですから第3位ですね。でここがベイヤードで、このベイヤードというのが殺人事件が多くて有名な通りだったんです。これもニューヨークの歴史を学ぶと出てくるんですけど、この一帯ものすごく危険だったんですね。ではモットを背にしてベイヤードを左に曲がって進みます。そうそう、それで今のカッツデリカテッセンの話、
要はアルファベットシティの近くの一番有名なパストラミサンドのカッツデリカテッセン。今ニューヨークはサッカーワールドカップやってるんですけど、ノルウェーのフォワードのハーランドが来たって言ってました。だからハーランドも訪れちゃうくらい有名なお店なんですよね。であとそれとね、もう一つ、僕がイーストビレッジの会でお話しして、で最後の目的地でエイブ・レベウォールっていうスクエアを目的地にしたんですけど、そのエイブさんっていうのはカッツデリカテッセンと並ぶセカンドアベニューデリのオーナーだったんですけど、その方はその界隈で射殺されてるんですね。今からね30年ぐらい前です。ですからそう思うとやっぱりアルファベットシティ界隈は危険だなと思います。でここが中華街の中にあるコロンバス公園ですね。日本でいうコロンブスです。でコロンブスはイタリアの方なんですけど、イタリア人で確かスペイン国王の援助で航海に出たと思います。この中華街の中のこの公園の名前がコロンバスっていうことは、昔はこの辺がイタリア人の町だったんですね。でそれが今中国の方々の町に変わったと、そういうことですね。で、そんな時代のね移り変わりがあります。だからやっぱり中国の方のこう勢力すごいですよね。こんな感じでいよいよ第2位です。これね孫文です。孫文さんです。で第2位がサウスブロンクスですね。でサウスブロンクス、そんなとこに行かないよっていうことを思う方いらっしゃるかもしれませんけど、サウスブロンクスの、外れというか一番ヤンキーススタジアムに近い場所なんですけど、ここにシェイクスステップっていうインスタスポットがあるんですね。でこれはバットマンシリーズのジョーカーのダンスで有名になって、特に一人旅でニューヨークに来る方、このシェイクスピアステップの写真撮りたいと思います。なのでこの場所に行くときは注意して足を運ぶのがいいと思います。ただ駅からシェイクスピアステップまで、直接行ってそれで駅に戻ってくるっていうそのルートであれば問題ないと思います。でこのシェイクスピアステップの地形もすごく面白いんですね。すごい丘陵地なんです。だからそこに足を運ぶとマンハッタンというかニューヨーク、結構山あり谷ありなんだなというのを感じると思います。でいよいよ第1位がこれがねイーストハーレムです。別名スパニッシュハーレムと言ったり、あと人によってはちょうどね116ストリートあたりのことをリトルメキシコっていう方もいます。なので中南米ラテンのカルチャーが浸透している、そういうコミュニティです。で今こちらですね、ちょっと通りの名前が書いてないな。ここからね今日の目的地のかつて池だった場所に今向かってます。それはコロンバス公園を背にして西の方に、この通りだ、ホーガンですね。ホーガンを進みます。で話を戻すと、中南米のねラテンのカルチャーが根付いているところで、メキシコ街があったり、あと有名なのがエルバリオと言われたりで、それはプエルトリカンですね。そういうコミュニティがあります。こんな場所に観光で行くのかっていう話なんですけど、ここには僕がおすすめの美術館があるんですね。でそれはミュージアム・オブ・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク
日本のガイドではニューヨーク市立美術館かな、そういう名前になってると思います。で、僕の街歩きのこのようなお話っていうのは結構そこで学んだことっていうのが基本になってるんです。ですからそういうことが好きな方が足を運んだり、あと一人旅でニューヨークに来た方、ウォールアートっていうんですかね、ミューラルっていうんですけど、正確には要は壁画、この写真をカメラに収めたい人いらっしゃると思います。で、このスパニッシュハーレムにはたくさんの素晴らしいミューラルがあるんです。ですから意外な観光スポットで、付け加えると最近引っ越しをしたキャロットケーキ屋さんとかね、そういうのもあったりします。ですから十分気をつけてね、このエリアに足を運んでもらいたいと思います。で、特に服装とかあまり綺麗な格好をしていかない方がいいと思います。で、あと夜もまあまあ緊張感あるんで、特に路地とかね入るときは細心の注意で足を運んでいくのがいいと思います。大通り沿いは問題ないと思います。で、これでベスト5、ワースト5なのかな。第5位がポートオーソリティですね。で、第4位がハーレム、第3位がアルファベットシティで、第2位がブロンクスですね、サウスブロンクスで、1位がイーストハーレムです。で、ここがかつてコレクトポウンドと言われたパウンドですね、だから池だった場所です。で、淡水の池です。で、この場所に移民でニューヨークに移ってきた人たちが集められて、集まって、そして、苦しい状況でね過ごして、それからニューヨーク中、アメリカの各地に移っていったと、そういう歴史的な場所です。で、これらの今のベスト5、ワースト5ですね。このワースト5とは違う最も悪い場所は今どこかというと、僕が思うのはブロンズビルですね。で、僕のブロンズビル、一度6月19日のジュンティーンの日にブロンズビル、歴史的な場所でもあるのでご紹介してます。ですけど少し前に夜のバーで射殺事件があったので、やっぱり危険だなと思います。なので今現在、ウェブ検索するとね、ブロンズビルが一番危険だって出ますけど、それは正しいかなと思います。で、このコレクトポウンド、このように歴史がねここに書かれてます。こんな池があったんですね。で、その移り変わりがこのように書いてあって、こう見るとマンハッタンすごくね山あり谷ありなんですよね。で、このような場所で、これ分かりやすいですね。このオレンジで囲まれているところが今僕がいる公園です。で、今日はチャイナタウンの南、かつてファイブポイントと呼ばれた場所からチャイナタウンの中を歩き、このコレクトポウンドまで来ました。で、今日は今も気をつけなければいけないニューヨークの5箇所、それと今も一番悪い場所の1箇所ですね。このお話をしました。で、僕のチャンネルではニューヨークの詳しいガイドとともにこのようなこともお伝えできればと思ってます。面白いと思ってくださったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では失礼します。